マジで使えない妹だわ。正月の宴会はパーッと豪華にするんだからたくさん作らないと間に合わないよ。おせちとすき焼きも追加で。そのように私に命令をしてくる姉。私は姉に言われた通りに手前でおせちとすき焼きを注文し荷物をまとめた。そして浮かれた様子の姉夫婦にこう言ってやった。じゃあ私帰りますね。私の名前は早苗、32歳の会社員だ。夫の光雄と結婚して1年になる。私たちはとても仲良しで、新婚生活は本当に幸せな日々を過ごしていた。だがその後、義父が病気で亡くなってしまい、夫に頼まれて貴実家で義母と同居することになった。私は同居生活にとても不安を抱いていたのだが、義母はものすごく優しくて、私の不安は一気に解消された。義母は得意料理の作り方などを私に教えてくれたりと、とてもよくしてくれる。夫と2人での生活も楽しかったが、今の3人で過ごす時間もとても好きだ。素敵な家族のところに嫁いだなと思いながら幸せな日々を過ごす私。だが一方で心配事もあった。それは私の家族のことだ。お母さん、調子はどう？ああ、今日はすごく調子がいいよ。今、私が訪れているのはとある介護施設。ここには私の母が入居している。父は3年ほど前に亡くなり、それからは母と姉夫婦が実家で一緒に暮らしていた。しかし母が足腰を悪くしてしまい、その後すぐに姉夫婦は母を介護施設へと入れてしまったのだ。しかも母が施設に入れられた後に、私は母の状況を本人から聞かされた。私は何も相談をしてくれなかった姉に腹が立ち、一回話をしに行ったことがある。すると姉は開き直って逆ギレをしてきたのだ。あんたの意見なんてどうでもいいでしょ。ここで一緒に住んでたのは私たちなんだから。それでもせめて事前に報告とかしてくれてもいいじゃない。うるさいわね。じゃああんたが引き取って面倒見てよ。そんなの無理よ。私は自分の夫の母親と同居してるんだから。だったら文句なんて言わないでちょうだい。私と姉はもともとそんなに仲が良くなかった。姉は昔からずる賢いところがあった。子供の頃から言葉巧みに親を騙し、自分が欲しいものを手に入れられるように仕向けていた。ひどい時は私のことも利用して親におねだりをしていた。そんな姉を私はいつも冷めた目で見ていた。そこまでして自分の欲求を満たそうとして恥ずかしくないのかと。姉もそんな私の冷ややかな目に気づいていたのか、いつも私に突っかかってきていた。だから私たち姉妹は喧嘩をしたり言い合いになることが多かった。そしていつも父に2人揃って怒られたものだ。まったく、女の子2人だから静かで平和な家庭になりそうだと思ったのに、お隣の男の子2人の家庭よりもうるさいじゃないか。父がそうやって愚痴っていたのを私はとても印象深く覚えている。その後、姉が大学進学を機に一人暮らしをしてから一緒に住むことがなくなったので平和になったが、正月など顔を合わせるたびに私たちは衝突していた気がする。あれから大人になって姉は私よりも先に結婚をした。初めて両家の顔合わせで姉の夫と会ったが、なんていうか姉と似たような性格や雰囲気の人という印象だった。姉は結婚してからはほとんど実家には顔を出さなくなったらしい。私もその頃には社会人になって一人暮らしをしていたのであまり知らないが、母から聞いた話だと本当にたまにしか顔を見せに来なかったそうだ。その後、姉は数年後に男の子を出産した。正月の集まりの時に甥っ子と初めて会ったが、まだ生まれたばかりで可愛かった。それから父が亡くなり、その1年後に私が結婚して今に至るという感じだ。そんな風に私はあまり姉夫婦とは関わりを持たないようにしていた。姉夫婦と会う時はだいたい正月の時くらいだったので、1年に1回くらいのペースでしか会っていなかったのだ。だから母が足腰を悪くしてすぐに施設に入れられたと聞いて、正直姉夫婦への不信感がかなり強くなった。姉夫婦は父を亡くして寂しがっている母のために同居したと言っていた。
それなのに介護が必要になった途端に切り捨てるような真似をするなんていかがなものか。美咲お姉ちゃんはちゃんとお母さんと話し合って施設に入れることにしたの？いいえ、有無を言わせないって感じだったわ。私は子育てがあるから介護は無理ってきっぱり言われちゃった。旦那さんも美咲に同意してすぐに施設を探し始めたの。そんな、足腰が悪くなる前までの同居生活も相変わらずだったんでしょ？私がそう聞くと母は少し浮かない顔をした。美咲はあなたに注意されても家事をいつも私に全部押し付けてきたわ。それに孫の世話だって私に押し付けていたしね。ちょっと疲れてきていたところだったから逆に施設で暮らすようになったことは良かったかもしれないわ。お母さん。私は母がそのような目に遭っていることが悲しくて仕方なかった。実家は父が亡くなってから姉に相続されている。もしかしたら姉夫婦は実家を乗っ取って家賃がかからないようにし、そして邪魔者である母を追い払えるまで待っていたのではないだろうか。あの姉ならやりかねないと思う。あの人は自分のことが第一優先だから。私は施設で暮らすようになった母に定期的に会いに行っていたのだが、姉は一度も顔を見せには来ていないらしい。姉にはあまり親を大事にする気持ちはないのだろう。実際、姉は父が亡くなった時もそこまで悲しんでいる素振りはなかった。だが、姉夫婦は事務的に父の葬儀をこなしていた後、遺産相続の話になるとやたらと前のめりで話を進めていった。相続人は母と私たち姉妹だけだが、姉の旦那もいちいち口を挟んできた。まあ、父の遺産はそれほどなくて、実家の土地と建物ぐらいだったが、姉夫婦は何度も母に土地と家を姉が相続するようにした方がいいと提案した。私がお母さんのお世話をするからさ、一緒に住もうよ。姉はそうやって言い、母を説得していた。母は私にどう思うか聞いてきたが、私としては別に家は誰が相続してもいいし、姉が母の面倒を見てくれるというのなら、姉が相続してもいいと思った。私がその旨を伝えると母も納得し、姉に土地と家を相続させることにした。姉夫婦は葬儀の時とはえらく違ってテキパキと相続の準備を進めて手続きもあっという間に終えてしまった。そしてすぐに実家に引っ越してきて同居を始めたのだ。なんだか母との生活よりも家を手に入れることがメインな気がしたが、それでも高齢になってきた母が一人きりで暮らさないで済むようになってよかったなと思った。しかし姉夫婦との同居生活は母にとっては苦痛そのものだったようだ。正月など私が実家に遊びに行くと、母は二人になれるタイミングを狙っていつも不満を口にしていた。どうやら話によると、姉は専業主婦なのに家事を母に丸投げし、さらには自分の息子の世話も母にさせていたらしい。だから母が甥っ子の保育園への送り迎えをしたり、遊び相手をしなければならなかったそうだ。私ももう68歳だから体にもガタが来てるんだけどね。美咲は本当に何もしないのよ。私に孫を押し付けていることをいいことに日中も遊び歩いてて。そんな。姉が母の面倒を見るって言ったから信用したのに。だがその時、私は夫の母と同居したばかりだった。だから母と一緒に住むことはできなかった。私はこれは姉と話さないといけないと思い、せめて自分の息子の世話は自分でやってあげてほしいと言った。お母さんばかりに負担をかけさせるのは違うと思うわ。だが姉は逆ギレをしてきた。はぁ？私たちは同居してあげてるのよ。お母さんにはそれくらいしてもらわないといけないでしょう。それに、子供がいないあんたは子育ての大変さを知らないでしょ。こなしの主婦が口を出してこないで。ちょっと、そんな言い方ないんじゃないの？お母さんの世話をするって言ったのに、世話をされてるのはお姉ちゃんたちの方じゃない。話をすり替えて私に攻撃してこないで。私がそう言うと、姉は顔を真っ赤にしてさらに怒った。うるさいわね。あんたって本当に理屈っぽくてめんどくさいわ。私のやり方に文句あるなら関わってこないで。姉はそう言って私を無理やり家から追い出した。私は別に姉に会いに来たわけではないのに。
それからは私は実家に帰りづらくなっていた。だから母とは電話で近況を報告し合うようにしていた。そんな中、ある日母から介護施設に入ったという連絡が来たのだ。私は何も相談してくれなかった姉に心底腹が立ち、そしてまた喧嘩をしてしまった。もともと仲は悪かったが、ここ最近の私たちの関係は本当に最悪だった。私は定期的に母に会いに施設へ行っていたが、姉は一度も来ていないそうだ。とりあえず介護施設は質がいいところのようで、母も快適に暮らしているようだ。施設のお金も母の年金で事足りているらしい。今までの家事と育児を押し付けられていた時よりも平和で負担が少ないかもしれない。そして私は母の様子を見ながら日々を過ごしていた。すると年末頃にいきなり姉から電話がかかってきた。私は身構えた。姉から電話が来ることなんてまずない。何か嫌な予感がした。面倒なことを頼まれるのだろうか。あるいはもしかして母の身に何かあったのかもしれない。私は緊張した様子で電話に出た。もしもし、どうしたの？すると姉はめんどくさそうな声で話し始めた。年末年始にお母さんを一旦実家に呼び戻すから、あんた介護手伝って。どういうこと？だから、お母さんが年末年始は実家で過ごしたいって言ってるの。私も旦那もいろいろと忙しいから、あんたがお母さんのサポートをしてあげてちょうだい。私はいきなりそんなことを言われてびっくりした。じゃあよろしくね。あ、ちょっと。そして一方的に電話は切れてしまった。私は姉はいつも身勝手だなと思いながら、とりあえず母に確認してみようと思った。施設に行って母と話すと、あ、美咲がそうしようって言ってくれてね。久しぶりにあの家で過ごしたいなって思ったの、と言った。姉は母が戻りたがっているような言い方だったが、もしかしたら私に対して自分が提案したというのが気恥ずかしかったのかもしれない。私はなんだかんだで姉も母のことを大事に思っているんだなと嬉しくなった。それなら私も参加をして母の世話をしようと思った。夫と義母に話すと笑顔で行っておいでと許可してくれたので、私は久しぶりに実家に帰ることに。そしてやってきた正月、私は母を連れて実家へと向かった。家に着くと姉が私たちを出迎えた。よく来たわね。とりあえず荷物置いたらいろいろと手伝ってくれるかしら。そう言って私たちを中に入れる姉。何を手伝えばいいの？私がそう聞くと姉はまさかの発言をしだした。とりあえず全部の部屋の掃除をお願い。全部？私が驚いていると姉は冷めた目で私を見ながら、だから電話でもいろいろと忙しいって言ったじゃないと怒った。私は思うところはあったが、せっかく母を連れてやってきたわけだし、今はここは姉夫婦の家になっているからとおとなしく従うことに。そして一生懸命に仕事をしていると、甥っ子が掃除の邪魔をしてきた。私が掃除をした箇所をまた汚し始めるのだ。ちょっとやめてくれる？なんで？僕遊んでるだけだよ。綺麗にしたのに汚されたら困るの。私がそう言っても甥っ子は散らかし放題の汚し放題。実家は広くて掃除が大変だったから、これ以上掃除の量が増えるのはきつい。だから私は少し強めに言った。やめてって言ってるのがわからないの？いい加減にしないと怒るよ。すると甥っ子は声を出して泣き始めた。すぐに姉が飛んできて私を怒鳴りつける。ちょっと、何泣かせてるのよ。信じられないんだけど。そんなこと言われても、掃除したのにこの子が汚していくから。子供は家を汚すものでしょ。これだからこなしは。そうやってマウントを取ってくる姉にカチンときた。だがその時、母が、孫は私が面倒を見てるからと言って間に入ってくれた。いや、でもお母さん、その足腰じゃ無理じゃない。大丈夫だよ。孫をおとなしくさせるために秘策を持ってきたから。そう言って母はカバンからお菓子や漫画を取り出した。そして甥っ子に渡すと、甥っ子は嬉しそうにお菓子を食べながら漫画を読み始めた。
姉は次泣かしたら承知しないからねと言ってその場から離れていった。私も一安心して掃除を再開。そしてヘトヘトになりながら掃除を終えた。すると姉は今度はメモ書きを私に渡してきた。そこにはたくさんの食材が書かれている。次はそこに書いてあるもの全部買ってきて。さっさとしてよね、親戚たちが来る前に。は？私はびっくりしてしまった。ちょっと待ってよ、親戚たちも呼んでるの？そうよ。何か問題でも。そんなこと今までしてなかったじゃない。私はてっきり私たち家族だけで過ごすのかと。別にあんたに言う必要ないでしょ。これからは親戚たちを家に呼んで豪勢に宴会を開くのよ。そしたら私たちの株も上がるでしょ。そんな大勢のところにお母さんを呼んで大丈夫なの？足腰悪いんだからあまり気を使わせるようなことはしない方が。私がそう言うと姉はイライラした様子で怒った。もううるさいわね。この家の主は私なの。あんたはおとなしく言うことを聞いてなさい。お母さんを呼んだのは私がしっかりと介護をしているところを親戚たちに見せつけるためよ。私たちは同居までしてあげてたんだから、少しくらいチヤホヤされる機会を作ったっていいでしょ。私は耳を疑った。そんなことのために母をわざわざ介護施設から呼んだというのか。分かったらさっさと動いてくれる？あんたは本当に呪いわね。マジで使えない妹だわ。正月の宴会はパーッと豪華にするんだから、たくさん作らないと間に合わないよ。おせちとすき焼きも追加で。デパートとかでいいから買ってきてちょうだい。そのように私に命令をしてくる姉。そして姉はその場を離れていった。私は絶句してしまった。姉は母のためなんてみじんも思っていなかったのだ。要するに自分が周りから褒めてもらいたくて母を利用していたのだ。実際姉がどこに行ったのか探しに行くと、今のソファーで寝転がりながらテレビを見ていた。つまり私のこともこき使って自分だけが手柄を得ようとしているのだ。私は途端に全てがバカバカしく思えた。こんな風に利用されても私も母も幸せな時間は過ごせないだろう。私はきっと宴会中もこき使われるだけだ。母にこっそり姉が話していたことを教えると、母は驚いていた。そんな、せっかくゆっくりできると思ったのに。親戚付き合いはここ何年もしてなかったから落ち着かないわ。それなのに美咲はそんなことのために私を呼んだのね。お母さん、今日はもう帰ろうよ。ちょっと光雄さんに電話してくる。私はすぐに夫に電話して義実家に母と一緒に行ってもいいか聞いた。事情を説明すると夫はすぐに承諾してくれて、義母ももちろんおいでと言ってくれたらしい。お母さん、すぐに帰ろう。私は姉に言われた通りに手前でおせちとすき焼きを注文し荷物をまとめた。今からは姉夫婦が甥っ子と話している声が聞こえてきた。今日はごちそうよ。おせちとすき焼きがたくさん食べられるからね。はーい、やったー。酒もたくさん飲めるな。全部丸投げしておいて美味しい思いをしようだなんて世の中そんなに甘くはない。私は荷物をまとめ終えたので車にカバンを入れて母のことも乗せた。一旦家の中に戻り居間に行く。そして浮かれた様子の姉夫婦にこう言ってやった。じゃあ私帰りますね。は？ちょっとあんた何言ってるの？料理は？おせちは？ちゃんと頼まれたことを果たしなさいよ。そう言って私を責め立てる姉。大丈夫ですよ。おせちやすき焼きはちゃんと言われた通りに注文しましたから。私がそう言うと少し姉はおとなしくなった。でもお母さんの世話は誰がするのよ。あんたにはお母さんの面倒も見てって頼んだでしょ。ご心配なく、母もすでに車に乗っていますので。ちょっと待ってよ。それじゃ意味ないじゃない。お母さんの介護を私がやっていると親戚に報告するんだから。嘘をついて何になるんですか？別に母や私がいなくても豪勢な宴会を楽しめばいいじゃないですか。私がそう言うと姉は顔を真っ赤にして怒った。さっきからあんた何敬語で話してきてんの？お母さんをさっさと呼び戻してちょうだい。宴会が終わるまでは返さないわよ。そうやって理不尽に怒る姉に私はピシャリと言ってやった。私と母を都合よく利用しないでください。私たちはあなたたちとはもう縁を切りますので。それじゃあ。
そう言って私は実家を出て車に乗り込んだ。姉夫婦は顔を青くした様子で私が出ていくのを呆然と眺めていた。それから私たちは義実家へ。夫も義母も母のことを優しく出迎えてくれた。私が作ったもので申し訳ないですが、うま煮やおせちをみんなでいただきましょう。謙遜しているが、義母が作る料理はかなり美味しい。母は感動した様子で美味しいと言って嬉しそうに義母が作ったおせちを食べていた。そして年齢が近かったこともあり、二人はとても仲良くなっていた。これなら最初から母をこっちに連れてくればよかったななんて思っていると、姉から何十件もの電話がかかっていた。今日は相手にしたくないので、私はスマホの電源を切り4人での宴会を楽しんだ。すると三が日が終わった頃に姉夫婦がいきなり義実家に乗り込んできた。ちょっとあんた何してくれてるのよ。おせちとすき焼きのお金をどうして払っておいてくれなかったの。姉夫婦が怒っているのは私が注文した料理の代金についてだった。あんたのせいで私たちが20万も飲食代を支払わなければいけなくなったんだから、今すぐそのお金を返してちょうだい。そのように理不尽に怒ってくる姉夫婦。だが私は冷静に返した。私はあなたに頼まれて注文をしただけですよ。それに私は参加をしていないので、私が代金を支払う義理はないですよね。うるさい。私たちはこういう損をしたくないんだよ。あんたは私の妹なんだから、私の言うことを聞け。またも理不尽に怒る姉。すると黙って聞いていた母が口を開いた。美咲、いい加減にしてちょうだい。あんたは本当にどうしようもない子だね。早苗はあんたとの関係が悪くなっても一生懸命に家の掃除をしてたじゃないか。それなのにあんたは感謝することもなく、自分は何もしないで周りからチヤホヤされようとして恥を知りなさい。私が施設に入る前だってそうさ。私の面倒を見るからってそそのかして私からあの家を相続したくせに、蓋を開けてみれば何もしなかったどころか家事も育児も丸投げにしてきたじゃないか。それでもお腹を痛めて産んだ子だ。無償の愛を持って接してきたけど、私が足腰を痛めたらすぐに施設へ追いやったわね。しかもあれから1年近く経つけど、一回も顔を見せに来ないじゃない。もう私も早苗もあんたにはとことん愛想が尽きたんだよ。これ以上私たちに関わらないでちょうだい。あとあんたの言動については全て親戚やご近所さんに報告してるから。親戚の人たちはもう正月にあんたのところには行かないって言ってたわ。あとご近所さんには噂好きな人が多いから、あっという間に広まるでしょうね。そういえばあんたの昔の同級生も何人か同じ地域に住んでいるわよね。きっと同級生の人たちにもあんたの正体がバレるでしょうね。そんな。お姉ちゃん、何でもかんでも都合よく手に入るなんて思わないでちょうだい。人を粗末に扱う人間は最終的に粗末に扱われるようになるのよ。これを機に自分を見つめ直したら。まあ、もう私たちは絶対に関わらないけどね。姉夫婦は顔面蒼白状態になっていた。そして最後に夫がとどめを刺した。じゃあさっさとここから出て行ってもらえますか。もしまた突撃してきたら容赦なく警察を呼びますからね。警察という言葉を聞いて姉夫婦は逃げるようにして帰っていった。ただでさえ冷たく見られているのに警察沙汰になったなんて噂も広まったら、彼らはあの家でもう生活はできないだろう。実際ご近所さんからの話によると、誰も姉一家に近寄らなくなり、みんな避けているそうだ。姉はすっかり塞ぎ込んでしまい外に出なくなったらしい。だがそれは自業自得だし同情はしない。一方、私は夫と義母と仲良くしながら一緒に生活をしており、母のいる施設にも相変わらず定期的に訪ねている。母は施設でたくさんお友達ができているようで、実家にいた頃よりも幸せだと言っていた。これからも私は家族のことを大事にしながら日々を生きていこうと思う。姉夫婦は本当に最低ですね。自分たちの見栄のために主さんや母親を利用するなんて。最終的に誰からも相手にされなくなってざまあ見ろって感じでした。主さんはそんな姉夫婦と縁が切れてよかったと思います。これからも姉夫婦以外の家族と仲良く幸せに過ごしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。